嘘。確かにここのフォルダに入れたはず。昨日の夜見た時はちゃんとあったのに。嘘、どうして？なんでデータが消えてるの？学会の研究発表が行われる会議場。その控室で俺の同僚が絶望を宿した声を上げた。彼女はこれから発表を控えているが、発表に必要な資料がパソコンから消えてしまった。発表の時間は刻一刻と迫っている。消えた資料を探す時間も準備し直す時間だってもちろんない。犯人探しをしたところで資料が見つかる保証はないのだからあまりに無意味だ。ならば選べる道は一つしかない。俺は意を決して金村先生に切り出した。俺が先生の代わりに壇上に立ちます。その選択がその後の俺の人生を変えることになる。俺の名前は山本隆。年は33歳。職業は医師だ。昨年まで他の病院に勤めていたが、いろいろあって今の病院に再就職した。心機一転、患者さんたちのために頑張ろうと決意したのはいいものの、前の職場での悪い記憶が邪魔をして不安に胸が押しつぶされそうだった。その不安は俺から自信を奪い、振る舞いや発言にも自信のなさが現れるようになってしまった。この病院に再就職して一月も経つ頃には、俺は頼りなくて平凡。いや、むしろ無能だと思われるようになっていた。他の先生方とうまくコミュニケーションが取れなかったことや、前の職場での話をしなかったことも手伝い、周りが俺を見る目は不信感でいっぱいだ。再就職してすぐ、俺を担当してくれた指導医の金村先生も、俺に対して渋い顔をすることが多い。山本先生、しっかりしてください。その調子で患者さんの前に立つつもりですか？患者さんが不安になります。そんな人には患者さんを任せられません。おどおどと落ち着かず、はっきりと発言できない俺は何度も金村先生に叱られた。医師としての腕も立ち、美人でもある金村先生には言い返せない迫力があって、俺はいつも縮こまりながら謝ることしかできなかった。今の病院に再就職してから3ヶ月が経った。俺は相変わらず先生方の中では無能扱いが続いていて、親しく言葉を交わすような相手もできなかった。それでも前の職場で起こったことに比べれば今の方がはるかにマシだと自分に言い聞かせながら日々の業務に励んでいる。ある日、外来の診察を終えて医局に顔を出すと、金村先生が一人パソコンに向かっていた。難しい顔をしているところから察するに何か悩みがあるのだろう。気にならないと言えば嘘になるが、話しかけたところで煙たがられるのが目に見えている。俺は彼女の邪魔にならないよう、彼女が座っている場所から一番離れたところにある席へ向かった。担当している患者さんのカルテやメールのチェックをしていると、こんな声が聞こえてきた。あれ？金村先生、まだその患者さんのことで悩んでるんですか？医局全体に響き渡る大きな声。自信と嫌味しか感じられない声を聞いて、俺は思わず眉を寄せた。目をやるとパソコンに向かっている金村先生の隣に男が一人立っている。声の主は小平先生。金村先生と同期の医師だ。患者さんからも他の医師や病院のトップたちからも評価が高い金村先生をライバル視しているようだ。俺たちとは別の医局に所属しているのに時折こうしてやってきては嫌味を吐いていく。彼も決して腕が悪いわけではないのだが、患者さんからの評価はかなり低い。看護師や他の医師からも好かれているとは言い難く、周りから認められている金村先生の評価をどうにか下げてやろうとしているのが見え見えだった。だからこの前も言ったじゃないですか。金村先生が進めようとしているその治療法じゃ時間がかかりすぎるって。おとなしく僕が考えた治療法にしておいた方がいいですよ。ニヤニヤと気持ちの悪い笑みを浮かべながら小平先生は自分が考えたとかいう治療法について喋り始めた。おまけに金村先生が考えた方法もいちいち嫌味な言い方で否定していく。ねばつくような声は聞きたくなくても耳に入ってくる。耳栓をして小平先生の声をシャットアウトしようかと思ったが、彼がある治療薬の名前を出した瞬間、そんな気持ちはどこかへ吹き飛んでしまった。耳をそば立て続きを聞く。その薬とあの方法を組み合わせれば、金村先生がお考えになっている方法よりはるかに早く改善が見られるって寸法です。金村先生はバカじゃないんですから、どっちの方が患者さんのためになるかわかりますよね。その言葉にそれまで押し黙っていた金村先生が視線を上げた。鋭い刃のような視線が向けられたが、小平先生が気に留めた様子はなかった。小平先生、お聞きしますが、あなたが言うあの方法とはどんな方法ですか？金村先生の声に小平先生はにやりと口元を歪めた。それはお教えできませんね。
そんなきつい顔で聞かれても話す気になりません。人に教えを請うときはそれなりの態度ってものが必要じゃないですか？そうですね。土下座とは言いませんが、頭を下げるくらいのことはしてもらわないと。金村先生が苛立たしげに小平先生を睨みつける。彼女はこの男に教えを請うなどごめんだと言いたいに違いない。だが治療法に関して行き詰まっているのも事実。患者さんの命には変えられないといったところだろう。金村先生が椅子から立ち上がると、小平先生は完全に勝ち誇った顔をした。そして、金村先生がゆっくりと頭を下げようとした瞬間、金村先生が考えている治療法は正しいです。俺は声を上げた。二人の視線がこちらへ寄せられる。ああ、誰かと思えば山本先生でしたか。すみませんね。今とても高度で大切なお話をしているんですよ。山本先生にはお分かりにならないかと思いますので、申し訳ないんですが静かにしていていただけますか？完全に俺のことを馬鹿にしているようだったし、俺の話なんて聞こうとも思っていないようでもあるが、ここで引き下がるわけにはいかない。俺は小平先生の言葉を無視し、口を開いた。その患者さん、ご高齢だと推察します。小平先生がおっしゃった治療法では、確かに早く症状の改善が見られるでしょう。ですが、使おうとしている薬は副作用が大きすぎる。それでは本末転倒では？俺の指摘を小平先生は鼻で笑った。そんなの100も承知なんですよね。それに高齢だからこそ時間がかけられないのも事実。まごまごしていたらそれこそ取り返しのつかないことになる。山本先生、素人じゃないんですからそのくらいのことわかりませんか？この患者さんには時間がないんですよ。それとも金村先生のやり方を劇的に時間短縮する方法があるんですか？笑い混じりに言う小平先生の顔をまっすぐ見つめ、俺はきっぱりとこう告げた。ありますよ。俺はその患者さんが抱えている病気に対して少し別の角度からアプローチする方法を説明し始めた。最初は話半分で聞いていた小平先生が次第に真面目な顔になっていく。金村先生も深く聞き入ってくれているようだった。そうすれば大幅な時間短縮になり、副作用も起こさずに治療ができます。いかがですか？俺が意見を求めると小平先生は悔しそうに舌打ちをして返事もせずに医局から去っていく。その背中が完全に消えた頃、金村先生が声をかけてきた。山本先生、ありがとうございます。そう言って彼女はペコリと頭を下げた。すごいですね、山本先生。てっきり普段の勤務の様子を見ていたら、この患者さんの治療方法も当然わからないと思っていました。すみません。いやいや、俺が仕事できないと言われているのは本当のことなんで。山本先生。金村先生はこちらに体を向け、じっと俺の目を見つめる。よかったら、この患者さんの治療方針、一緒に相談乗ってくれませんか？金村先生の瞳に灯った患者さんを助けたいという気持ちに動かされ、俺はうなずいた。その出来事をきっかけに、金村先生とは普通に話せるようになっていった。廊下ですれ違えば会釈し合うようになったし、医局でも患者さんの病状や治療法、手術について意見を交わすようにもなった。そのうちに世間話もできるようになり、お互いに緊張感やぎこちなさもなくなっていったように思う。そしてある日、退勤前の世間話に花を咲かせていると、金村先生がこんな話を切り出した。実は山本先生に折り入って相談したいことがあるんです。改まった様子に、俺も背筋が伸びる。先を促すと学会で発表をすることになったと彼女は言った。発表の内容はとある治療法についてだという。かなり進んではいるんですが、どうしても納得いかない部分があるんです。山本先生、前にこの治療法の論文読んだことがあるっておっしゃってましたよね。俺が迷いつつもうなずくと、金村先生は表情を輝かせた。ぜひとも意見をお聞きしたいです。嬉しそうにしている先生には申し訳ないが、俺は力になれそうにない。俺みたいな奴が関わっても金村先生の邪魔にしかならないと思いますよ。俺の言葉に金村先生は首を横に振った。そんなことはありません。山本先生のご意見はいつも的確です。私や他の医師にはない視点で物事を見ていらっしゃるので、とても参考になるんです。お願いします。そうして俺がうなずくまで金村先生は頭を下げ続けたのだった。意見が欲しいとは言われたものの、金村先生が作り上げた資料は完璧と言っていいほどの出来だった。重箱の隅をつつくような細かい指摘くらいしか思いつかなかったが、
それでも金村先生は俺の指摘をありがたがってくれた。先生が研究結果を発表する学会にはとても細かいテーマで突っ込んでくる先生がいるらしい。どんな隙も見逃さないことで有名な先生だから、資料は穴のないものにしておかなければならない。なるほど、他の医師にはない視点で物事を見ているとかいう俺に意見を求めるわけだ。そういえば、どうしてこのテーマを選んだんですか？資料の最終チェックを行いながら、俺は金村先生に尋ねた。先生がこのテーマで発表をすると聞いた時から気になっていた理由。パソコンに指を走らせながら彼女はこう言った。初めてこの治療法に関する論文を読んだ時、とても感動したんです。数年前、海外である論文が発表された。その論文はとある治療法に関する研究について書き記されており、一時期医師の中で大きな話題になったという。革命的な治療法ですよね。これまでは同時に投与することができなかった薬をこんな方法で可能にした上に副作用もほとんどゼロと言っていい。目の付けどころが違うというか、神様の視点で俯瞰しているみたいだなって、そう思ったんです。この治療法が日の目を見ることを楽しみにしていました。きっとたくさんの患者さんを救えるって。でも、その論文を発表した医師はその治療法を完成させることなく医療の世界から忽然と姿を消してしまった。最初は誰かがその研究を引き継ぐだろうと思っていたんです。でもいつまで経っても後継者は現れなかった。正直に言うととても迷いました。私にできるんだろうかって。でもこの治療法は絶対に必要な技術なんです。だったら私がやってみせるって考えて、それでここまで進めてきました。そう言うと、金村先生はどこか遠くを見るように目を細めた。儚げに見えて真の強さを感じさせる横顔だった。俺も金村先生ぐらい心を強く持てていたら、あんなことにはならなかったんだろうか。過去を思い出しそうになって慌てて思考を打ち消す。首を横に振っていると、彼女がこちらに目を向けてきた。私も山本先生にお聞きしたかったんですが、いいですか？どうぞ、と答えると、彼女は俺にこう尋ねてきた。山本先生、この治療法についてとてもよくご存知ですよね。一時期話題にはなりましたが、ここまで詳しい方にはお会いしたことがなかったので、少し不思議で。俺は手元にあったファイルに目を落としながら、こう答えた。いえ、それは、俺もっと勉強しないと思って、どうしてもおどおどしてしまうところがあるので、患者さんを不安にさせないために、せめて知識くらいは十分持っておきたくて。一つ一つ言葉を選びながらつぶやく。そんな俺の話を、金村先生は女神のような笑みを浮かべながら聞いていた。山本先生は勉強熱心ですね。素晴らしい心意気だと思います。まっすぐに褒められて俺は動揺した。注がれる金村先生の柔らかな眼差しが耐えられない。俺はそっと目をそらした。あっという間に月日は流れ、ついに発表の日を迎えた。最初は一緒に行くつもりはなかったのだが、金村先生にどうしてもと言われ、ついていくことになった。発表は午後からということもあり、時間に余裕がある。一度病院に集まって資料の最終確認をしようという話だったのだが、ここでハプニングが起こった。金村先生のパソコンが消えたのだ。いつものところに置いたはずなんですが、見当たらなくて。慌てて医局や診察室、金村先生の車を探したがどこにもない。病院の受付に忘れ物として届けられていないかと問い合わせてみるも結果は出なかった。どうしよう。あのパソコンにしかデータは入っていないのに。バックアップはもちろんしているが、昨夜自宅に持ち帰ったまま今朝は持ってこなかったという。もう一度探して、それでも見つからなかったら家へ取りに行きましょう。時間はまだありますから。動揺している金村先生をなだめながら、再び医局に戻る。一度見た場所だ。見つかりっこない。と思いながら隅から隅まで目を走らせていると、背後で金村先生が声を上げた。あったありましたよかった。ノートパソコンが入ったケースを大事そうに抱えている姿を見て、俺は安堵の息をついた。パソコンは結局、金村先生がいつもしまっておいた場所、彼女のロッカーの中に入っていた。そんなハプニングもあり、最終確認に時間を割くことはできなくなった。会場入りしてから発表までの時間で確認するしかないだろう。会場に到着し、受付を済ませた俺たちは早速控室へ直行した。控室のドアを開けると、中にはなぜか小平先生がいた。やっとご到着ですか。さすが、余裕が終わりですね。どうしてこいつがここにと思ったが、彼の後ろに院長がいるのを見つけて特進した。
院長のお付きの名目でやってきたんだろう。パソコンが行方不明になってしまいまして、探していたらこんな時間になってしまったんです。金村先生が淡々と告げると、小平先生はニヤニヤと口元を歪めた。相変わらず嫌な笑い方をする男だ。へえ、パソコンがね。でも無事に見つかったんでしょ？どこに入ってたんですか？金村先生がいつもの場所に入っていました。と答えると、小平先生は笑い声を立てた。いつもの場所。動揺しすぎてちゃんと見てなかったってことですか？しかもロッカーなんてありきたりな場所なのに見つからなかったとか、笑っちゃいますね。ケラケラ笑う小平先生を無視し、俺たちは資料の確認を始めることにした。パソコンをケースから取り出し電源を入れる。トップ画面に並んだいくつかのアイコンの中から一つを選び、クリックした瞬間、金村先生がつぶやいた。嘘。クリック音が繰り返される。選択されたフォルダが開かれる。そこにはスクリーンに投影するグラフなどのデータだけは入っていたが、肝心の資料や台本が消えていた。確かにここのフォルダに入れたはず。昨日の夜見た時はちゃんとあったのに。嘘。どうして？なんでデータだけでは満足に発表はできない。発表ができたとしても台本には考えられる質疑とその答えもすべて打ち込んである。文章量はかなり多い。金村先生は優秀だが、さすがにあの量をすべては覚えていないだろう。どうしよう。どうしたらいいの？精神的にも追い込まれている。この状態ではそもそも大勢の人間の前で発表するなど無理だ。本当にちゃんとそこに入れたんですか？うっかり消しちゃったんじゃないですか？3つも消しちゃうなんて、金村先生同時ですね。小平先生はおかしくて仕方ないといった様子で金村先生を責め立てる。金村先生は言い返すこともできずに顔を真っ青にして震えていた。発表の時間は刻一刻と迫っている。このままではまずい。俺は金村先生がどれだけ心血注いで今日の発表に備えてきたかを知っている。どんな思いでこの研究を受け継いでくれたのか知っている。だから失敗なんてさせたくない。いや、させない。そう強く思った。金村先生、俺は意を決しこう切り出した。俺がやります。俺の言葉に金村先生は目を瞬かせた。俺がって、もしかして発表を代わりに？俺はうなずく。ずっと先生と一緒にやってきたんです。内容はすべてここに入ってます。俺が自分の頭を指さすと、小平先生が横から声を投げてきた。お前みたいな無能にできるわけないだろ。失敗するに決まってる。いいか、今日いらっしゃってる先生の中にはな、少しでも隙があるとそこを暴いてくる先生がいるんだよ。その先生はこの学会で一番発言力のある先生なんだ。お前が恥をかくだけじゃ済まないんだよ。うちの病院のレベルが低く見られるんだよ。小平先生にがなり立てられ、一瞬身がすくんだ。だが小平先生が何を言おうと関係ない。大事なのは金村先生がどう思うかだ。金村先生、俺に任せてください。金村先生の瞳がゆらゆら揺れる。迷いと同様に揺れる瞳を俺は辛抱強く見つめ続けた。わかりました、山本先生。お任せします。どうかよろしくお願いします。弱々しく頭を下げた金村先生に俺は力強くうなずいてみせた。そうして俺たちの番が回ってきた。俺は壇上に一人立つ。何百もの視線が注がれているのを感じ取りながら深呼吸を一つ。懐かしい緊張感の中、俺は静かに口を開いた。口を開けば言葉は勝手に溢れてくる。何度もこうして口に出して説明してきた事柄だ。体が勝手に覚えていたんだろう。金村先生が作り上げた資料と台本を思い出しながら自分の知識で補っていく。背後のスクリーンには各種データが映し出されているが、わざわざ見返すことはしなかった。データはちゃんと頭の中に入っているから問題はない。かつて身につけた知識を発展させ、頭の中でブラッシュアップしていきながら発表を続けていく。金村先生が準備していた内容を補うつもりが発展させすぎたかもしれないと反省したが、一度口から出たものを引っ込めるわけにもいかない。俺はそのまま喋り続けた。そしてすべての内容を話し終えた瞬間、会場は水を打ったような静けさの中に沈んだ。何か失敗してしまっただろうか。血の気が引いていくのを感じたが、そんな心配は次の瞬間吹き飛んだ。先生が一人立ち上がり、大きな拍手を打ったからだ。素晴らしい！その先生はこの学会で最も発言力のある先生。
重箱の隅をつつくような質問をしてくると噂のあの先生だった。さすがだ山本くん。やはり君は最高だ。拍手を続けながら先生はそう叫んだ。相変わらずこの先生は感動した時の癖が強いなぁ、と俺は苦笑した。割れんばかりの拍手に送られ壇上から降りると、金村先生が俺を迎えてくれた。金村先生は興奮した様子で俺に何度もお礼を言った。本当にありがとうございました。素晴らしい発表でした。台本にはない内容も話していましたよね。その場で考えたんですか？即興で？それとも前から勉強されていた内容だったんですか？俺は笑顔で流そうと思ったが、金村先生は流されてはくれなかった。あの厳しい先生があんな風にベタ褒めするなんて、それに山本先生のことをご存知でいらっしゃる様子でした。ねえ、山本先生、あなたは一体何者なんですか？必死に勉強していたからあれだけの内容を話すことができたんだ、という言い訳では済まないことを悟った俺はそっと口を開いた。俺は海外の医大を卒業している。数年前まで海外の大学病院に勤めていた。もともと手先が器用だったのもあるが、それ以上に日夜研究と治療に励んでいた。俺としては苦しんでいる患者さんを少しでも早く治すためにがむしゃらになって努力していただけだが、周りから見るとそれは天才の行いに見えたらしい。気づけば天才外科医なんて呼ばれるようになっていった。30そこそこの駆け出しの医者がもてはやされる。そのことが他の医者には気に入らなかったのだろう。毎日のように嫌がらせをされたし無視もされた。俺はあまり気に留めていなかったのだが、それが彼らにとっては嫉妬に火を注ぐ振る舞いだったらしい。ある日雑誌に掲載された論文を見て俺は我が目を疑った。その論文は俺がずっと研究していた治療法について書かれていたからだ。そう。俺に嫉妬し、俺の研究成果を盗んだ奴があたかも自分が発見したかのように論文を発表していたのである。当然俺は抗議した。この治療法は俺が見つけたものだ。盗まれたんだと訴えた。だが誰も俺の話を信じてはくれなかった。それどころかお前の方が盗んだんだろうと濡れ衣を着せられた。味方は一人もいなかった。俺は一人では戦うことができず、心を病み、そのまま退職。逃げるようにその国から帰ってきた。日本に戻ってきた俺はかなり迷ったが、結局また医師になる道を選んだ。苦しんでいる人を救いたいという気持ちはどうしたって捨てることができなかったから。今勤めている病院からスカウトを受けたとき、これまでの自分を隠すことにした。また嫌がらせを受けるかもしれない。研究を横取りされるかもしれない。そんな不安が俺を弱くしていた。俺をスカウトした院長も事情を知って、俺の素性を明かさないことを約束してくれた。そうして今に至る。金村先生が感銘を受けた論文。今回の発表の元になった論文。あれは俺が海外にいた時に書いたものなんです。だから内容を詳しく知っていました。暇な時間を見つけてはブラッシュアップを図っていたので、さっき喋ったのはその内容です。種明かしを終えると、それまで俺の話を静かに聞いてくれていた金村先生が申し訳なさそうに口を開いた。それってつまり、私もあなたの研究を横取りしたことになりますよね。俺が自分の研究結果を盗まれたっていう話が引っかかったらしい。俺は首を横に振った。いえ、金村先生は俺の研究を丸ごと盗んだわけじゃなく、違う角度からアプローチをしていました。そして研究をさらに発展させてくれた。俺が当時気づかなかった部分に光を当ててくれた。金村先生が発展させてくれたからこそ、俺も新しいものが見えたんです。俺の方こそ、ありがとうございます。俺が金村先生に微笑みかけると、彼女はほっとしたような、なんだか泣きそうな顔をしていた。控室に戻ると院長と小平先生が待っていた。素晴らしい発表だったよ、と院長は絶賛してくれたが、当然小平先生は面白くなさそうな顔をしている。俺はそんな小平先生に近づいていき、こう切り出した。小平先生、あなたは金村先生のパソコンを隠しましたね。データを消したのもあなたです。俺の発言に院長と金村先生は驚いた様子だったが、小平先生は動揺を見せなかった。何ですか？発表が成功したからって調子に乗ってるんですか？何を根拠にそんなことを。きつい目で睨みつけられたが、俺はまっすぐ彼を見つめ返した。あなたはパソコンが見つかった場所を知っていましたよね。ロッカーの中にあったなんて誰も一言も言っていなかったのに、あなたははっきりとそれを言い当てた。どうしてロッカーの中にあったのを知ってたんですか？小平先生は俺たちとは所属が違う。
金村先生がパソコンをロッカーにしまっているところなんて一度も見ていないはずなのに、いつもの場所をロッカーの中だと言った。明らかにそれはおかしい。いつもの場所と言われたら荷物をしまっておくロッカーを思い浮かべるのは当然では？うちの医局でもそちらの医局でもロッカーを使っているんですから。その考えは間違ってはいない。だが俺は自分の推理を引っ込めなかった。もう一つ。小平先生、どうして消えたデータが3つだと知っていたんですか？俺がそう言うと彼は顔を歪めた。それでも自分の犯行を否定しようと必死に言い訳を繰り返したが、最後には罪を認めた。そうですよ。僕がやりました。悔しかったんです。金村先生は僕よりも年下のくせに院長や他の先生に認められていたから、生意気な女に恥をかかせてやろうと思ったんだ。吐き捨てるように述べた小平先生を院長が信じられないといった表情で見つめている。金村先生は怒りに震えているようだった。今にも掴みかかろうとする金村先生を止め、俺は小平先生に向き合う。小平先生、俺たちは医者です。医者にとって一番大切なのは患者さんに寄り添い、苦しみや辛さから救うことです。確かに自分の評価を上げるためには他人に嫌がらせをして蹴落とすのが手っ取り早い。でも己の技術を磨き、知識を増やす努力を続けなければ、本当の意味で認められることはないんですよ。それを分かっていないあなたは医師失格だ。小平先生は言い返してこなかった。悔しそうに表情を歪めたまま、何も言わずに控え室を出て行った。学会の発表から数日後、小平先生が病院を解雇されたという噂が流れてきた。具体的な理由までは知らされていないようだが、ほぼ確実に今回の件を重く見られての処分だろう。その後、どこの病院にも雇ってもらえず、実家に戻って2位と同然の暮らしをしているらしいと噂で聞いた。腕が良くても他人の足を引っ張り問題を起こすような人間を雇おうなんて誰も思わないだろう。例の発言力のある先生が小平先生に関して厳しい意見を述べたため、それが広がったという話も聞くが、真意のほどはわからない。ともかく小平先生が医師に戻れることはまずないと思われる。俺は変わらずこの病院で働いている。学会で俺が金村先生の代わりに発表を行ったという話はあっという間に病院内に広まった。院長や金村先生が話を広めてくれたのか、他の医師や看護師からの評価も変わったようだ。周りから尊敬の目で見られるのは少しくすぐったい。通常の業務だけでなく、院内研修も担当することになり、忙しい日々を送っている。海外で働いていた頃は苦しいことも多かったが、あの頃の努力があったから、こうして医療の発展に貢献できているのだと思うととても嬉しい。そういえば昨日、前に俺が働いていた例の病院からメールが届いていた。俺の研究を横取りした医師が問題を起こし、解雇されたという内容だった。あの男は俺の研究を盗んだだけでは満足せず、他の医師の成果も横取りしていたようで、それがついにバレて大問題となったようだ。その医師ももう二度と医者として働くことはできないだろう。やはり他人を蹴落とすための努力などしてはならない。自分の技術を磨き、知識を増やすための努力だけが自分を成長させてくれる。俺はこれからもより多くの患者さんを救うため、己を鍛え続けていこうと誓った。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。